皆さんこんにちは、スティーブです。どうも、今日はですね、しばらく、時間がない、いろんな言い訳しても仕方ないんだけど、この Z の、改造というか、レストアというか、軽いクリーンアップはまだあんまり進んでないんですけどね、もう1年経つのかな、これ買ってから。全然時間がなくて。買って、すぐ、1回だけは試乗してから、乗って帰ってきて、エンジンルームをばらしたままですね。数ヶ月間こんな状態ですね。すごい程度のいい、綺麗な Z なのに、もったいないなという部分はあるんだけど、とにかく、言い訳しても仕方ないので、頑張って少しずつでも、進めていかないといけないと。で、今日のプロジェクトは、エンジンルームをばらした後、いろんなパーツをばらして、で、磨いて、きれいにしてサビを落として、これはタコ足のマフラーですね。きれいに仕上がりました。これは申し訳ないんだけど、ビデオには録画してないんですけど、これをサビをですね、ワイヤーウィールで落としてから、高熱用のそういうペンキ、ヘダー用のペンキを使ってこういうふうに仕上げておきました。エンジンルームをきれいにするのにやっぱりパーツをいろいろばらして、一つ一つをきれいにすることがあれですね、必要ですね。で、こういうところとか、これはおそらく燃料用のパイプを磨いたりとか、こちらのマニホールドとキャブレーターもきれいにしてばらしてオーバーホールしてペンキしてきれいに仕上げることですね。このぐらいしないとエンジンルームを見てもあんまりいいと思わなかったんですね。オリジナルはオリジナルでいいんだけど、やっぱりきれいにしたいなというのはありますね。これはマニホールドと、キャブレーターですね。240Z S30 用のマニホールドとキャブレーターですね。これもやっぱりエンジンルームを上から見るとこれは重要な、目に入る大事な部分だと思うので、こちらもきれいにしたいですね。車から外してしばらくこのままなので、今軽く汚れを落として今から、キャブレーターをばらすというか、マニホールドのここからね外して別々にしてからどういうふうにしていこうかなということは次のステップです。マニホールドばらすとこういうふうになりますね。まずこの、1本さらに多分またばらせると思うんだけど、これがここまでいきますね。それとこの部分なんていうのかはよくわからないんですけど、マニホールドの上にこことここに、ボルトで留めてあった、部分ですね。キャブレーターが排ガス用のものなのかな、よくわかんないんですけど、とりあえずその部分はこの上にある。で、このパーツがある。この後、まだ油がちょっとついてるので、それを落としてからペンキですね。エンジン用の洗剤とブラシュと、スポンジかな、ちょっと固めのスポンジを使うとこんなにいい感じに、なります。これはこれでいいんだけど、やっぱり、もうちょっときれいにしたいなと思うので、これから、ペンキをしますね。マニホールドをこういうふうに、準備、しておきました。多分あっちの方にもテープを貼った方がいいんだろうと思うんだけど、とりあえずここまで。で、軽くこれをここで、塗装します。マスキングテープ使っているところに、ペンキかけて欲しくないので、マスキングテープ使ってます。純正のエア
フィルターボックスというんですか、エアクリーナーボックス、エアクリーナーというんですかね、なんていうかわかんないけど、この色なんですね。まあ、もっと純正、のまま、このままもう残そうと、まあ、使おうと考えてるんだけど、このブルーはあまり好きじゃないな。なので、ちょっと黒、普通の黒じゃなくて、ちょっと変わった感じの、このリンクルというのかな。ちょっと変わった感じの黒にするので、塗装してみましょう。この商品使ってますね。日本にあるかどうかは分からないんだけど、リンクルプラス。ちょっとスムーズじゃなくて、ボコボコしているような感じの仕上がりになると思います。初めて使ってるんですけど、まあ、ヘッドカバー、このバルブカバーにも使われているようなので、エアクリーナーにもいいんじゃないのかなと思います。次はこの古いラジエーターですね。見てこれ。何年前に潰れた、死んでた虫なんだろう。これどういう虫なんだろうね。これも、こいつも。見てこれ。とにかくボロボロなんで、こういうのもペインキも剥がれてきてるし、ペインキを一回落として、これをまた再度塗装しないといけないということですね。まあこんな汚いもの許せないので、きれいにしましょう。ラジエーターの古いペインキ、もう剥がれてるところを簡単にワイヤーフィールで簡単に落とせます。そこまで落とせばまた塗装はしやすいと思いますね。で、このワイヤーフィールだと軽い、柔らかいというか、まあ柔らかくないんだけど、でもまあ普通のワイヤーとまたちょっと違うんで、こういうやり方もあるかなって今気づきました。これは本当にね、力を入れるとこれ崩れるから、この部分。でもこう軽くやれば、軽く上にやれば虫も飛んでいく。ほら。また飛べるようになった瞬間虫。飛んでる。ほら、こいつも飛ぶ。こいつ、いいか飛ぶ。こういう車の改造にこういう楽しいこともたまにありますね。ラジエーターをきれいにする中ではやっぱり、まあ、ペンキはいいんだけど、こういう崩れてるところがあると気になりませんか？私は気になりますね、かなり。こういうのはね、以前もね一つのね面白い直し方を覚えたんで、また今日やってみましょう。ピンセットを、太めのやつを使うと意外とこういう崩れてるところをきれいにすることができます。まずピンセットを使ってちょっと元の形をなるべくに戻しますね。こういう風に崩れてるところをちょっとゆっくり引っ張りながら元の形をなるべくこう戻すというか、どんな感じですね。で、とりあえずここまでやりましょう。押したり引っ張ったりで、まあだいたいさっきより全然いいんだけど、今度このピンセットでこう引っ張り上げると本当にまっすぐになるので、引っ張って掴んでこう引っ張ってこういうところもね引っ張ると意外と綺麗になりますね。まあ完璧ではないんだけど、さっきより全然いいんじゃないのかなと思いますが、いかがでしょうか。もちろんもっと時間かければもっと綺麗になるんだけど、さっきと比べると全然いいと思います。さっきよりだいぶマシになりましたよね。ほら、もうほとんどわかんない。
もうひどいところはひどいんで仕方ないんだけど、でもだいぶ良くなりましたね。反対もやりましょう。反対側はまあこういうところもある。こういうちょっとひどいところもあるよね。この辺と。さあ頑張って。こっちひどい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 けど20分ぐらいかければピンセットと我慢ですね。だいぶ良くなったんじゃないですか。ひどいところはひどいんだけどね、こういうところがどうしてもちょっとまあ仕方ない部分はあるんだけど、さっきと比べるとだいぶ良くなりましたね。天気しましょう。